折り紙と画用紙を使って作る秋の飾り、菊の花の作り方をご紹介していきます。それでは早速作っていきます。まずは白い折り紙を使っていきます。まずはこの折り紙を半分にしまして、ここをまっすぐ折らずに端っこの部分だけしっかりと折り筋をつけます。折り筋をつけたらこれを開きます。そうすると一部分だけ折り筋がつきます。次に今つけたこちらの折り筋、ここに向けて下の方ですね、このように合わせて今度はしっかりと折ってしまいます。この折るときにですね、端っこの辺が、ちゃんと合うように確認しながら折ってください。で折りましたらこれを広げます。広げましたら向きを変えて、でまだ折ってない方、こちらも同様にまず半分まで持ってきまして、で1箇所ですね、1箇所だけしっかりと折り筋をつけます。折り筋をつけたら開きます。同様にですね、端っこの方に折り筋ができますので、下の部分をこの折り筋に合わせるようにしつつ、端っこの辺ですね、ここがしっかりとずれないように、重なる状態にして下の部分をしっかりと折ります。そしたら開きます。これによって端っこの方にですね、折り筋ができると思いますので、ここの部分をハサミでカットしてください。ハサミでカットすることによってこれぐらいのちょっとサイズが小さいものができます。このサイズで作っていきます。次にこれを八角形に折っていきます。まずは折り紙をひし形に向けて、で三角に半分に折ります。半分に折ったらこれをまたさらに半分に折ります。折ったらこれの上下を変えまして、で手前の方ですね、こちらを膨らませて、で、ひし形になるように上の部分を折ります。折ったらこれを裏返して、裏側も同様に三角形の部分を広げて、そしてひし形になるように上の部分を折ります。折ったらこれの上下を変えて、で下の辺ですね、こちらを真ん中の方に向けて折ってください。折ったら左の方も同様に折ります。そしたらこれを裏返して、裏側も同様に真ん中の方に向けて折ってください。ここまで折りましたら、これをさらに半分にします。はい、こんな感じですね。こちらのサイズのものを今回は合計で5つ使っていきます。さらに追加でもう1枚の折り紙で、こちらの折り紙は4分の1サイズにカットします。4分の1に切りましたら、これらもですね、先ほどと同じ形に折ってください。4つすべて折りましたら、合計でですね、9個の折り紙を使っていきます。そしたらこれに下書きを書いていきます。下書きの方を書きました。で、2種類書いてます。1つはこちらですね。花びらの断面を描いたようなもので、一番太いところでだいたい5ミリか7ミリぐらいになってます。この形のものが合計で中くらいサイズのもので3つ、4分の1サイズの折り紙では1つ作っています。4分の1サイズは、細くてもいいかなと思いますんで、だいたい幅4ミリ、5ミリぐらいで大丈夫かと思います。中くらいサイズでは2つこのように書いてます。上の部分を5ミリほどスペースを空けた状態で、V 字になるような感じで書いてます。残りの小さい方もですね、同じような感じで書いています。3つとも同じように書いてまして、上のところにもだいたい3ミリほどのスペースをつけて書いております。そしたらこれらをハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。切りましたら、次はこちらのものをさらに加工していきます。まずはこちらを半分に折っている状態なので、一
旦開きます。で、開くとこのような形になりますので、向きを変えて、こちらの谷になっている場所、ここから、ハサミを真ん中の方に向けて入れていきます。はい、こんな感じで入れました。中心の部分から1.5センチか2センチのところでやめてます。そうしましたら、左の方も同様に切れ込みを入れていきます。はい、こんな感じで入れました。で、これを開きますと、このような感じのトゲトゲがいっぱいあるものが出来上がります。同じような加工をですね、同様に上の方を V 字に切ったものすべてにやっていってください。こちらの4分の1サイズの折り紙につきましても、向きを変えまして、で、このへこんでいる部分から真ん中の方に向けて、で、奥の方、だいたい1センチぐらい残して、切ります。右の方も同様に切ります。はい、こんな感じですね。これを残り3つですね、同様に行ってください。残りも同様に切り込みを入れましたら、こちらの手を加えてないやつも含めて、すべてこのように広げてください。すべて広げるとこんな感じになります。続きまして、この8枚尖っているやつだけですね、これ1つだけ弾きまして、残りのものをすべてさらに加工していきます。先端が8枚あるもの、こちらはですね、1箇所このへこみの部分、ここから真ん中に向けてハサミを入れて、そしたらこの今切れ込みを入れた部分からその隣のへこみのところに向けて切ってしまいます。はい、こんな感じです。これをですね、同様のものは同じように切ってみてください。そしてこちらのとんがりがいっぱいあるものにつきましては、こちらもですね、尖っている部分のこのへこみの箇所、こちら1箇所から真ん中に向けてハサミを入れます。先ほどのものは1つだけ横のものでありましたが、こちらの場合は、2つ横ですね。2つ横に向けてハサミを入れます。はい、こんな感じです。これを残りのやつも同様に、加工してみてください。他のものも同様に加工しました。1枚だけですね、加工してませんので、ここはご注意ください。で、そうしましたら今度は定規で、癖をつけていきます。まずはこちら、加工していないやつ。これにですね、この先端あたりのところに定規を立てて当てまして、で、指でこのように押さえながら軽く動かすと、このようにカールしてくれますので、これをですね、他のところにも同様に行ってください。こんな感じですね。癖の角度につきましては、均一じゃなくても大丈夫です。はい、このようにやや先端あたりをカールさせました。で、そうしましたら今度はこのように加工しているもの、こちらにつきましては先端だけよりももうちょっと中ほどからこのように癖をつけて、最初にやったものに比べて少し大きくカールさせるような感じでやってます。これをですね、他のものも同様に行ってみてください。はい、こんな感じでカールさせました。そうしましたら次はこちらの数が多いやつですね。これもですね、同様にこうカールさせていけばいいのですが、やってるとですね、隣のものに当たってしまうのがあると思うんで、定規でカールをさせた後に少しこうやって戻ってしまう場合は指で一つずつこう丸めていただいて、で微調整していただければと思います。このような感じで先端のカールを他のものすべて行ってください。他のものも同様に加工しましたら、このうちのこのトゲトゲがいっぱいあるちっちゃいやつ、これをちょっと除きまして、今度はこちらの1箇所切ったやつですね。この切った部分にボンドを塗りまして、でボンドを塗ったらその隣の後ろの方にですね、貼り付けます。こんな感じで貼り付けて、7枚の花びらを作ります。これをですね、他のものも同様に行っていただければと思います。こちらのたくさん切ったやつについても同様にですね、こうボンドを塗っていただいて、でその後ろの方に貼り付けてください。やることは、同じですね。はい、こんな感じです。他のものもお願いします。他のものも同様に貼り付けました。一つだけ、貼ってませんので、
貼らないようにご注意ください。そしたらこれらを貼り合わせていきます。まず最初にこの8枚のやつですね。これ外側にしますんで、これの真ん中から少しずれたところにボンドを塗ります。ボンドを塗りましたら、今度は7枚のやつですね。これを真ん中を合わせつつも、だいたい横あたりですね。で、ボンドのところを貼り付けます。貼り合わせます。で、この時にできるだけ花びら同士が、同じところにならないように少しずらすような感じで、場所に注意しながら貼ってみてください。これによりまして、横から見ると1箇所結構広がって、で、反対側が狭いような感じになってます。あとはこれにですね、ボンドを、今度は真ん中の方につけまして、で、また同じように7枚のやつ、これを真ん中にやって接着します。で、くっつけたらまたボンドを塗って、で、今度はたくさん切ってですね、こちらを接着します。残り1個も同様に貼ってください。大きいサイズのものをすべて貼り合わせました。そうしましたら、花びらの部分がだいぶ重なっているところもあると思いますんで、これを内側に引っ張ったり、外側にやったりして、ちょっとバラバラな感じで作っていただければと思います。で、調整ができましたら今度は4分の1サイズを貼っていきます。これも同じですね。真ん中の方にボンドを塗っていただいて、で、まず最初にこちらのものを貼り付けます。で、貼り付けましたら他のやつもですね、同様に接着してください。こちらの接着したいものにつきましては真ん中の方で使います。中に貼ったボンドが乾きましたら、この小さい中のやつですね。これらもちょっと立ち上げるようにして、で、形を整えてみてください。真ん中の方ですが、立ち上げつつも、こう内側の方に中心にまとめていくような感じでも動かしてみてください。真ん中の部分を中心に持ってくるときは、こうちょっと外側のやつを広げて、こう中にぐーっとやるとやりやすいかと思います。で、ある程度形の方を整えましたら、最後の1枚を使っていきます。最後の1枚につきましては、こちらののりしろがない方ですね。これを内側の方にやりつつ、この時に人差し指などを入れていただいて、残りの部分をこう巻きつけるような感じでやっていきます。巻きつけぐらいはお好みで大丈夫ですので、この大きさと真ん中のスペースの方を見て、大丈夫そうであれば、この外側ののりしろのところですね。ここにボンドを塗ります。で、接着してください。あとはこれを貼り付けるのですが、こうやってただ差し込んでしまうと、この真ん中の部分だけが飛び出てるような感じになるので、こちらの下の方、貼り付けた部分をちょっと折ります。こんな感じですね。で、これでこの中の方に合わせてみます。この状態で真ん中から飛び出ないかを確認してください。問題なければ今折った部分をハサミで切ります。で、切って広げます。で、ここの周りですね、にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほどのやつですね、これの真ん中の方に接着します。ボンドがしっかりくっつくのを待ちます。ボンドの方がくっつきましたら、最後にですね、こちらやはり形を整えてみてください。で、整えましたら今度は茎の方を作っていきます。茎に使うのはこちらの紙で、横が15センチ、幅が1センチになってます。これをですね、鉛筆などの筒状のものに、このように当てていただいて、これをくるくると丸めていきます。巻いていきます。巻いたらこれを引き抜いて、この状態ですとちょっと太いので、これをですね、さらに細くねじっていきます。
ネジ筒も引っ張っていくと、やや綺麗に仕上がるかなと思います。だいたい幅の方は5ミリ程度で調整してみてください。茎の方が終わりましたら、今度は葉っぱを作っていきます。葉っぱに使うこの紙につきましては、7.5 センチの7.5センチの紙になってます。これをひし形に向けて、三角に半分に折ります。折ったらこれに下書きを書いていきます。はい、このような形で下書きを書きました。実際の画像とかものを見ながら書いてみてください。書くときにですね、最初に外側の大体の幅を決めていただいて、その中に書いていくと、整った形のものが作れるかと思います。あとはこれをハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。で、切りましたら、消しゴムなどで下書きの部分ですね、鉛筆を消しといてください。だいたい消せましたら、これをですね、こちら側に向けまして、で、少しばかりですね、斜めにこのように折っていきます。で、折りましたら伸ばしてで広げます。これによってですね、少し、膨らみがある立体的なものが出来上がります。これをあと2枚も同様に作ってください。残り2枚も同様に作りましたら、今度はですね、背景の方を作っていきます。こちらの画用紙は A4 サイズの画用紙になります。この画用紙2枚をまずは縦半分にカットします。半分にカットしましたら、このうちの1枚ずつを使用します。こちらの2枚の画用紙でどちらを上にするかを決めていただいて、ここから先はお好みでいいのですが、花をどこに置くかを決めてください。今回はちょっと斜め上あたりに置くので、この下あたりをですね、ちょっと切っていきたいと思います。上に来る紙の方を斜めのところ、このように切りました。ちなみに上の角のところは尖らせている状態で、この下の方、こちらの幅はだいたい3センチぐらいになってます。あとはこちら上の方ですね。この紙にボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったら先ほどの箇所にですね、これを貼り付けます。はい、貼り付けました。貼り付けたら作ったものを貼っていきます。作ったものをどこに置くかで、どのような流れで貼っていくかを決めてください。花の方を貼るときにですね、下の部分が出っ張ってると思いますんで、おそらく画用紙に対してまっすぐには貼れないと思いますんで、どっちか斜め上か下の方を向くかと思います。今回はですね、版の方は少し、上ですね、上向きになるように貼りたいと思います。なので中心からちょっとずれたところにボンドを塗ります。そしてこれを貼り付けます。貼り付けたら今度は茎の方ですね。こちら、背景のところに接する部分にボンドを塗ります。そしたらこれを花の下の方に接着します。貼り付ける順番は茎の方が先でも大丈夫です。次に葉っぱを貼っていきます。葉っぱにつきましてもお好みでいいのですが、これをこのままこうやって貼り付けるのもいいですし、上の茎に行く部分ですね、ここをなくして、茎にですね、こうやってかぶせるように貼ってもいいかと思います。今回はですね、このように三角の谷折り状態の方ですね、こちらにボンドを塗ります。ボンドを塗りましたら、ここをですね、返しつつ、この返した状態でお好みの位置に接着します。これによって葉っぱが前の方に出てきます。もう一枚も同様に貼ります。もう一枚も同様に貼りましたら、最後の一枚ですね。これもお好みでいいのですが、この葉っぱにつきましては、こちら谷折り状態で、この茎の下の方に貼ってしまいたいと思います。なので、こちら軸に行く部分ですね、ここが、いらなくなるので、この部分を
切ってしまいます。そしたら茎がですね、このように接する部分を探しまして、葉っぱと茎の接する部分を見つけることができましたら、上の方にボンドを塗ります。そしてこれを接着します。もちろんですね、背景の方に貼り付けても大丈夫です。そして最後に茎の方ですね、茎の、下ら辺の方も一応ボンドをつけまして、で背景と、接着させます。ボンドの方がくっつきましたら、これで完成になります。いかがでしたでしょうか。壁に貼り付けるとですね、このような感じの見た目になります。菊の花なんですけれども、折り紙で、5、6枚ほど使用しましたが、もちろんですね、もっと枚数を多くして、よりたくさんの花びらを作ることによって、より、菊らしい密集した感じのものが作れるかと思います。それはですね、お好みで、作ってみてください。今回はですね、一輪だけこう作りましたが、もちろんちょっとサイズ小さめにして、2つ貼り付けるのもいいのかなと思いますので、ぜひそこら辺もですね、お好みでこう作ってチャレンジしてみていただければと思います。それでですね、過去にもご紹介しているコスモスや彼岸花も、ありますので、こうやって作ってこう飾るのも面白いのかなと思いますので、ぜひこれからの秋の時期にですね、他のものも、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは今回ですね、菊の花の壁飾りの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。